あとはもうアリサちゃんさえ説得できれば。毎日説得は続けてるんだけど、なかなか手強い。アリサちゃんは大事なところを任されるのを怖がってる？でも今日こそアリサちゃんを説得するんだ。あとできればナノカちゃんも見つけたい。なんで来やがるんですの。立ち入り禁止って言ったじゃありませんの。私もお手伝いしたいんですってば。こう見えて手先は器用なんですよ。ほら貸してください。引っ張り上がりましたわこいつ。二人とも落ち着いてください。ハンナちゃんたちは気球の吸皮部分を作ってくれてる。一番大事なところだ。すみません。今お部屋は立ち入り禁止で。大丈夫。わかってる。人が入って破いたりしちゃったら大変だもんね。今私決めましたわ。こいつを殺す。そんなこと言っていいんですか？処刑されちゃいますよ。構いませんわ。絶対殺しますわ。ここは任せてください。二人を止めます。お願い。ミリアちゃん？エマちゃん？今の悲鳴って。うるさくしちゃってごめんね。アンアンちゃんがどうしても見たいって言うからホラー映画を見てて、おじさんどうにもホラーは苦手で。なんだ、よかった。何かあったのかと思った。びっくりさせちゃったよね。気をつけます。エマちゃんたちが一生懸命頑張ってるのに遊んじゃってるし。そこは気にしなくて大丈夫だよ。ミリアちゃんは安全な場所にいた方がいいし。そうだよね。ナノカちゃん見つからないね。何日も消えるなんてどうやって隠れてるんだろう。看守も最近よく外を歩き回ってる。多分ナノカちゃんを探してるんだと思う。看守が歩き回ってるのは怖いよね。脱獄計画がバレたら大変なことになる。気をつけないとね。脱獄計画必ず成功させようね。本当に出ることが正しいのかな。ミリアちゃん？ごめん。いやー、おじさんってすぐネガティブになっちゃうからよくない。気にしないでいいから。映画の邪魔しちゃってたよね。ごめん、僕もう行くね。アンアンちゃん、最近また心を閉ざしてるように見える。ミリアちゃんが一緒にいてくれたら大丈夫だよね。あら、エマちゃんお疲れ様。お疲れ様。
マーゴちゃんは気球の設計してくれたり、材料を調達してくれたり、働き者で本当にすごい。ココちゃんはいつも気まぐれに冷やかしに来るだけで、配信は続けてるみたいだけど、誰も見なくなっちゃったし、孤立しがちだ。ココちゃんの相手をしてくれるミリアちゃんがいなかったら、どうなってたことか。マーゴさ、コラボ配信しようって。モノマネ芸絶対バズるから、アニメの声真似とかやってよ。ごめんなさい。聞いたことのある声しか真似できないのよ。私テレビはほとんど見たことないから、有名人の声真似はできないわ。あ、でもレイヤちゃんとノアちゃんは有名人なのよね。彼女たちの声は聞いたことがあるから、それならできるわ。そういうんじゃないんだって。エマちゃんは今日もアリサちゃん探しよね。ここには来ていないわ。マーゴちゃんありがとう。ここで何を？塀を越えられたとしても、どれくらいの距離を移動しなければいけないのかわからないでしょ。だから非常食や必要そうなものを一旦ここに隠しておこうと思って。人里が近くにあればいいんだけど、孤島なら海を渡らないといけないし、万全の準備が必要でしょ。そうだよね。あら、あんまり暗い顔しないで。今は塀を越えるのを目標にしましょう。その先のことはその時に考えればいいの。きっとなんとかなるわ。マーゴちゃんが協力してくれて本当によかった。あー、なんかつまんない。おっさんのとこ行こうっと。なんか僕邪魔しちゃったのかな。ココちゃん、遊び相手が欲しいのでしょうね。最近よくミリアちゃんが遊んでくれてるみたい。ええ、ミリアちゃんに苦労をかけてしまうけれど、彼女が一番の適任者ね。そうかも。最近ミリアちゃんを精神的な支えにしてる子が多くなった気がする。ここは空振りか。アリサちゃんはなんでここが好きなんだろう。彼女は自分が怖いんだと思うわ。だから常に水のそばにいる。ナノカちゃん、今までどこに？ナノカちゃん、話を聞いて。ミリアちゃんは黒幕じゃないよ。すっごくいい子。いい人だから。アンアンちゃんやココちゃんもすっかりミリアちゃんに懐いちゃって。アンアンちゃんたちだけじゃない。僕らみんなミリアちゃんの存在に救われてるんだよ。お願いだからミリアちゃんの命を狙うのはやめてほしい。僕たちと一緒にここを出よう。私の目的は出ることじゃない。死のうと魔女になろうと復讐を遂げてみせる。なのかちゃん、僕はみんなと生きてここを出たいよ。嫌そうな顔されるのにも慣れちゃった。アリサちゃん、僕と話を。話すことなんてねえよ。うちには無理だっつってんだろ。アリサちゃんはここを出たくないの？出たいに決まってんだろ。飯はまずい。暗くてジメジメしてやがる。常に監視されてる。下手すりゃ殺される。
うちはうちなりに出る方法を探してんだよ。何か方法を見つけたの？それはまあ、あれだ。おいおいな。どうしてダメなのかな？アリサちゃんの魔法はすごいのに。炎を起こせるなんて奇跡だよ。その魔法ならきっと。うちの魔法の何を知ってんだ。おめえは知らないから勝手なこと言えんだよ。こんな魔法いらねえんだよ。僕は羨ましいよ。だって僕は何も持ってない。そんなに欲しいならくれてやるよ。おい、大丈夫か？悪かった。怪我ないか？全然平気。それよりも、アリサちゃんの素顔を見たことが初めてで。うちに近寄ったらこうなるんだよ。もう付きまとうのやめろよ。やめない。アリサちゃんが必要なんだ。おめえな。今怖い目にあったとこだろ。この魔法は危険なんだよ。怖くなんてなかったよ。ちょっと驚いたけど、それにアリサちゃんが助けてくれて嬉しかった。危ない目にあっても、アリサちゃんはきっと助けてくれるよね。それなら大丈夫。アリサちゃんの魔法、怖くないよ。もうすぐ気球が完成する。おそらく明日、明後日には。結婚の日、アリサちゃんのこと待ってるから。アリサちゃんにしかできないから。勝手に言ってろ。あとはもう、アリサちゃんを信じるしかない。だるココさん、最近昼夜逆転してませんか？少し顔色が悪いように見えます。夜によく眠れるハーブティーを入れましょうか？ああ、メルちゃんあちしのこと見張ってるわけ？別に関係なくね？別にいつ寝ていつ起きたっていいじゃん。誰に迷惑かけるわけでもないんだし。でも心配なんです。ココちゃん、朝起きた方が気持ちいいよ。このスマホ目覚まし機能もあるんだよ。ほら、着信音も音楽に変えられるんだよ。好きな音楽なら気持ちよく起きられるかも。どうだい？おっさんさ、やっぱおっさんだわ。そんなん誰でも知ってるっつーの。だいたいスマホの着信を音楽にする発想がもうおっさん。みんなの協力のおかげで、明日とうとう計画が実行に移せるよ。本当にみんな、ありがとう。結婚は明日、塀の前で17時ですね。ええ、夕食時は看守が歩き回っていないし、やるならこの時間しかないわ。完成したあれの方はもう隠してあるよ。絶対見つからない自信あるからね。おじさん張り切っちゃったよ。バッチリ任せて。心配です。そんな目で見ないで。信用問題に関わってるからちゃんと仕事したってば。何かあったらおじさんの責任だからね。完成した気球の隠し場所はミリアちゃんに任せてある。今はまだ
隠し場所を知ってるのはミリアちゃんだけ。黒幕かもしれない。何か企んでいるかもしれないミリアちゃんを信用するか迷ったけど、ミリアちゃんは味方だ。絶対大丈夫。一ついいかしら。そこまで大きなものは作れなかったから全員は乗れませんわよ。そこはどうしますの？そのことなんだけど、すでにマーゴちゃんから相談を受けてて。明日の出発はエマちゃんとアリサちゃんのみで行ってもらおうと思うの。と言ってもアリサちゃんはここにも来てくれていないから、明日出発できるかも怪しいのだけれどね。は？ちょっと待って。なんでマッチとヤンキーだけなの？納得いかない。あてしも行くから。さっさとこんなところ出て。先に僕らだけで行くのは少人数の方が見つかりにくいからだよ。それに塀の外の様子がわからないから、出られることを確かめられたら戻ってくるつもり。なんだ、そういうことね。でもさ、そのまま自分だけで逃げるつもりじゃないの？塀の外に出られたらアティシラを助ける義理もないわけだし、アティシも一緒に乗せてってば。一人くらいいいでしょ？ねえねえ。エマッチが必ず戻ってくるって言ってもやっぱ信じらんない。それにあのヤンキーは絶対そのまま逃げるでしょ。逃げねえよ。アリサちゃん。協力してやる。一度やるって決めたことは必ず成し遂げる。筋は通す。これで文句ねえだろおい。あんまりうだうだ言ってっと燃やすぞ。それなら文句ありませんけど。あ、もう、なんなんあいつ。怖いっつの。おじさんに当たらないで。アリサちゃん、来てくれてありがとう。本当に嬉しい。ったく、しつけんだよおめえはよ。全員ここから出してやる。それでいいんだな。エマちゃんのおかげね。エマちゃんが中心にいてくれたからみんなが一つになれたのよ。ですね。いやー、明日が楽しみです。エマさんとアリサさんに幸あれ。おめえは黙っとけ。なんで私にはそんな厳しいんですか？仲良くしたいのにな。立花、おめえは嘘くせんだよ。桜庭には嘘がなかった。その違いだ。魔女なんかじゃない。みんないい子たちなんだ。絶対出してあげるから。明日僕たちはここを脱出する。こんなに頑張ったんだから必ず成功する。お父さんとお母さんに早く会いたいな。登校も今からだって間に合うはず。僕はやり直すんだから。あれ、エマちゃん？エマちゃんも眠れないんだ。なんだか興奮しちゃって。おじさんも遠足の前みたいだよね。ねえミリアちゃん、ミリアちゃんには一体何があったの？どうして入れ替わりなんてことを。少し前に聞いた時ははぐらかされちゃったけど、やっぱり知っておきたい。なのかちゃんから聞いた話がミリアちゃんの真実だとはどうしても思えなくて。参ったな。
おじさん自分のことあんまり話したくないんだ。それはなんとなくわかる。でもそのせいで大きな誤解を生んじゃったのも確かで、だからこんな自分の性格を呪ってる。ミリアちゃんは自分のことが好きじゃない。エマちゃんはいい子だね。いつも頑張ってて本当に偉いよ。突然どうしたの？そんなことないよ。返してあげなくちゃって思う。正直ね、おじさんは帰りたくない気持ちもあるんだけど、帰りたくない？現実に自分に向き合うのが怖いのかも。これはおじさんの知ってる少女のお話なんだけど、今の子ってさ、ほらスマホが全てみたいなところあるよね。それはそうかも。例に漏れずその少女もスマホで SNS を活用してて、もうそれが世界の全てみたいに感じてたんだ。で、友達グループとさ、恥ずかしい画像を撮影し合う罰ゲームみたいな遊びが流行ってて、その少女は友達グループに裏切られて、自分の恥ずかしい画像を SNS に流出されちゃったんだよね。その上で友達グループはその少女を嘲笑った。面白がっておもちゃにされた。ひどい。まあこれはおじさんの知ってる少女のお話で、おじさんは関係ないんだけどね。その少女は絶望のあまり自殺しようとした。それをおじさんが。これは自分に起きたことじゃない。おじさんは部屋に戻るね。今の話がミリアちゃんに起きたことだとしたら、おじさんはその時ミリアちゃんを救ったんじゃ。